ベニマルでございます。私、これまでいろんなオーバードライブを弾いてきたわけですが、今現在一番気に入っていてよく使うオーバードライブを今日は紹介したいと思います。オリジンエフェクツのリバイバルドライブコンパクトというペダルです。前にペダルボードの紹介でちらっと触れたんですが、いわゆるアンプライク系のオーバードライブとしてかなりパワフルな1台になってます。クリーンなアンプに使うのもブースターとして使うのもいい感じなので、気に入っているポイントやどんな風に使っているのかを含めて紹介したいと思います。まずこのペダルの特徴というかナイスな点をざっくり紹介すると、非常にワイドレンジな音、高いピッキングレスポンス、そして多彩なコントロールという3点ですね。順番に見ていくと、まずはワイドレンジなサウンド。オーバードライブというと、大なり小なりミドルを中心に少し強調された聞こえ方をするものが多いんですけど、リバイバルドライブは上から下までどっしりとした広いレンジを持ってます。結果、綺麗めというかすっきりとしたサウンドになってますね。ミドルのガッツみたいな押し出し感はあんまりないので、割と好みが分かれるサウンドだと思うんですが、とにかくナチュラルなサウンドが好きだというプレイヤーならかなりハマる音だと思います。そしてもう一つのナイスな点がダイナミックス。ダイナミクスは個人的にとっても重要な要素なんですが、これは言うことなしですね。強弱に応じて思った通りに追従してくれます。音色がね、ナチュラルなのも相まって、エフェクターというより普通にアンプで歪ませているような感触があります。そして3点目、多彩なコントロールなんですが、なんかいろんなつまみがついてます。一般的なボリューム、2バンド EQ、ゲイン、ブレンドに加えて、特徴的なのがこの More、プレゼンスというつまみと謎のアジャストと EQ スイッチですね。ゲインから順番に聞き方を見てみましょう。このペダル割とローゲインがメインで、ゲインの幅はそんなに広くありません。いろいろマシマシにしてこれぐらいです。普通のロックであれば不足はないかなという感じです。自分はだいたいゲインを3時ぐらいにして使うことが多いです。次にハイとローを回してみましょう。
かなり自然なかかり方ですね。回すと相対的というか、他の帯域や原因にも影響してキャラクターが変わるような印象です。なんとなくアンプっぽいですね。ハイとロー両方上げたりすれば相対的にミドルもコントロールできます。個人的にはどっちも控えめにして使うことが多いですね。ブレンドは一般的なドライ・ウェットのミックスですね。お気に入りの使い方としてドライに振り切るとボリュームだけが作用する超ワイドレンジなクリーンブースターが出来上がるので、アンプを少しプッシュしたい場合なんかに役立ちます。そして特徴的なモアプレゼンスのつまみ。これは歪みのキャラクターを調整するつまみです。センターが一番ナチュラルな状態。左のモア側に回すとゲインが上がるのと同時にハイミッドを中心にワイルドなニュアンスになります。逆にプレゼンス側に回すとブリティッシュアンプっぽいジャリッとした響きになります。このつまみで EQ とは違ったキャラクターの変化をつけることができます。自分の場合は基本センターでゴリッと感が欲しいときはモア側9時ぐらいにすることが多いです。そして地味に重要なのがこのアジャスト。これ回せます。こんな鳴りですが、割と普通のトーンというかフィルターっぽい役割です。割と複雑なかかりをするハイのつまみと違って、こっちはシンプルなハイカットができるので、ボックスアンプのカットみたいな感覚で最終的なエッジを調整するのに便利です。最後の機能が EQ スイッチ。ローがしっかり出る EQ1 とローカットのがっつり入った EQ2 という感じです。私は EQ1 しか使わないんですが、ギターのピックアップやキャビネットによって低音が強すぎるという場合には EQ2 にするのがいいかもしれません。P アンプモードはプリアンプとして接続するためのモードですね。散々アンプっぽいと言ってきましたが、普通にプリアンプとして使うことも想定されていると言ったわけですね。これらのコントロールを組み合わせることで、いろんなトーンのバリエーションや機材との相性を実現できるわけですね。というわけでまとめると、リバイバルドライブコンパクトはめっちゃクリアでナチュラルなサウンド、そして柔軟な調整がナイスなペダルでございます。割と他のペダルとはもう全然違う感じの音なので、合う人にはね、もう病みつきになるペダルだと思います。一方で、ウィークポイントというか、おすすめしづらいポイントもあります。一つ、コントロールがね、ややこしい。つまみが結構相互作用的な効き方をしたり、役割が被ってたりするので、なんで慣れるまで
や慣れてもなおややこしいですね。これはかなり人を選ぶと思います。そしていろいろ調整できるとは言っても、元がねワイドレンジで綺麗なキャラクターなので、どうやっても小綺麗になっちゃうというか TS 系とかの感じは出せないので、あくまでリバイバルドライブのキャラクターが合うかどうかが大切です。あとはなかなかなお値段ですね。そんな感じのリバイバルドライブコンパクト、割とモンスターなペダルなので、ビビッときた人はぜひトライしてみてください。